松葉ガニ、京都、兵庫、鳥取、島根で水揚げされるオスのズワイガニ。身の締まりが良く、噛むほどに甘みが出て旨みが濃いです。昭和初期から高級なズワイガニとして認知され、その後ブランド化されていきました。その中でも特に兵庫は池ガニ文化が強い。生きた新鮮なカニを食べる。持ち帰るなら兵庫がいいと思います。今回兵庫の主要なカニの名所を巡り、コスパよく新鮮な松葉ガニを購入しました。兵庫のカニ祭りシーズンに合わせて兵庫の日本海側を訪問。主なカニの名所は4カ所あります。東から順に津山、香住、柴山、浜坂です。これらのうち最も松葉ガニの水揚げ量が多いのが今いる浜坂です。浜坂の東にある香住は松葉ガニよりも紅ズワイが有名です。柴山と津山の場合、いい松葉ガニは主に城崎温泉に集められます。今回浜坂、香住、城崎と巡り、コスパよく松葉ガニをゲットする予定です。まずは浜坂漁港からカニ漁の解禁に合わせた祭りに参加して生きた松葉ガニを購入したいと思います。毎年来場者が2万人を超える大きな祭りです。関西圏だけでなく長野など遠方から来られた方々もおられました。多くの来場者を支える新鮮なカニを提供できるのはカニ漁の船が他の漁港よりも大きいから。カニ祭りの会場も大きいですね。新鮮なカニの販売やいろいろなイベントも企画されています。セコガニの味噌汁も無料で振る舞われています。イベント表ですが3時間半の祭りにスケジュールがみっちりと詰め込まれています。激務の日のアウトルックみたいです。イベント表にセコガニ見出し早技大会とありましたが抽選券をもらいました。あの会場で開催されるようですが抽選に当たらないと参加できないようです。辺りを見渡すとカニ料理を求めて列をなす方々で混んでいます。ここではセコガニを使ったクリームコロッケ、セコガニ丼などが販売されています。こちらの列ではセコガニを大釜で茹でたものを購入できるようです。一瞬で売り切れてしまい購入できませんでした。ならば無料のセコガニ汁をいただくことにしましょう。列に並ぶ人が少ないことが気がかりですが、どれどれこちらも売り切れです。まだ何も食べられていませんが、セコガニ見出し早技大会の抽選時間です。抽選100人で当選が12名なので、当選率 10% 以下の狭き門です。まあ当たらんやろうなと思いつつ、当選番号を聞いています。当たりました。もちろん一度もセコガニを剥いた経験がございません。とはいえ何もせずに負けるのは悔しい。大会まで1時間あるので YouTube で剥き方を予習しておきます。日付は2回目のセコガニ汁の無料配布が始まるようです。1回目は間に合わず飲めなかったのでぜひともいただきたい。並んでいたら招集がかかりました。イベントのスケジュール詰めすぎや。セコガニ見出し早技大会のルールは簡単。2分間いっぱいのセコガニから身をほじり出し、最も多くの身をほじった方が優勝です。観客から見ると参加者は完全にエンタメ要員です。自己紹介と意気込みの表明もございます。優勝しました。嬉しいのがこの商品。事前に何がもらえるか知らされていませんでしたが、セコガニでした。見出し大会で身につけた剥きスキルを活用して自宅で美味しくいただきました。ここまで何も食べられていないセコガニの釜茹では売り切れ、セコガニ汁は抽選会のために列から離れました。ようやくありつけたセコガニコロッケ、400円と高額ですが、手作業でセコガニを剥いて作っているので美味しいこと間違いなし。冷食のちょっとしか紅ズワイガニが入っていないコロッケとは異なり、セコガニがたくさん入っていて濃厚なカニの旨味が溢れてきます。私もいただいたセコガニでコロッケを作りましたが、さっき食べたやつの方がうまかったです。今、セコガニ汁をもらうため列に並んでいます。セコガニ汁の配布の順番がやってきました。私の少し後ろで売り切れになっていたのでギリギリでした。カニの胴体がそのまま入っているので濃厚なスープになってそうです。無料で大量に振る舞われており、浜坂漁港のカニの水揚げ量の多さを伺えます。カニのエキスが染み込んだ大根をパクリ。おでんの大根みたいにしっかりと旨味が染み込んでめっちゃうまいです。
この会場ではセコガニを350円と割安で購入もできます。セコガニ見出し替え技大会で解体した身もいただきます。茹でてあるウチコは濃厚なウニのようなうまさです。海産物販売コーナー。ここでは松葉ガニを通常よりも安く購入できます。浜坂漁協や水産会社など地元の信頼できる会社が販売しています。生きている松葉ガニを購入できると伺っていますが、どこでしょうか。渡辺水産で生きた松葉ガニが爆安で販売されていました。400g で3000円。水揚げされたばかりの松葉ガニが奥のトラックからどんどん運ばれてきます。600g の松葉ガニが5000円で購入できます。越前ガニの皇室献上級だと安くても4万円以上するのでかなりお得です。ということで 600g の松葉ガニを2杯購入しました。元気が良すぎて箱に入るのを嫌がっています。本日は浜高に宿泊しましたが、翌日の夕方まで元気に生きていました。一晩宿の冷蔵庫で預かってもらいました。何やらステージが騒がしくなっています。先ほどまでそこら中にいたたくさんの人がステージに集まっているようです。そういえば餅まきの時間でした。やばい、忘れてた。この祭りの餅まきは当たり付き。数千個の餅がどんどん投げられています。私は3個しかゲットできませんでした。妻は6個もゲットしていました。計9個のうち3つが景品付きのようです。景品付きの紙には番号が割り振られていますが、何が景品か全く知らされていません。とはいえ、景品交換に並ぶ人の多さから大したものではないだろうと思っていました。さて、景品は何だろう。浜坂名物のちくわ、わらび餅。やはりこんなものかと思っていましたが、大きな箱が当たりました。開けなくてもなんとなく中身がわかります。やはりセコガニ。見出し大会の景品とは異なり生きているやつです。浜坂のカニ祭りは 600g の生きた松葉ガニが5000円とかなりコスパがいいです。本日のお宿ダイジェスト、カニソムリエの宿に宿泊させていただき、浜坂産の松葉ガニをたらふく食べさせていただきました。全国的にも松葉ガニが有名になり、価格が高騰してしまった場所と比べて、かなりお値打ちに松葉ガニを提供くださいました。本日は浜坂産の松葉ガニの通常価格を見てから、霞、城崎へと向かいたいと思います。昨日、松葉ガニを購入した丸海渡辺水産の店舗で比較します。主に浜坂で松葉ガニなどの海産物を扱っており、港に隣接するビルで海産物の販売や飲食を提供しています。大量の松葉ガニが販売されており、700g や 900g など大きさで分けられています。しかし価格がわからん。店外のは旅館や飲食店向けかな。店内に価格付きの松葉ガニがありましたが、600g の松葉ガニが6000円と昨日よりも1000円高い。ちなみに松葉ガニは11月の解禁直後は最も安く、海が荒れ出す12月は高くなる傾向だそうです。美味しい時期は11月後半から12月だそうなので、11月後半に買うのがコスパ良さそうです。松葉ガニ以外の販売もありました。バイ貝が大阪の半値ぐらいで売られています。ちょっと高級な赤カレイも安すぎて大阪のスーパーで買うのがアホらしくなります。あまりにもお得すぎたので2枚購入しました。海産物以外にも色々売られているようです。ちなみに浜坂名物のちくわも複雑な旨味が絡まってうまいんです。もしカニ料理だけ食べたい方がおられればお得な団地もあります。小さめの松葉ガニですが、この価格なら安いと思います。そろそろ霞へ向かいます。浜坂から霞は約 20km 離れていますが、高速道路が2017年末に開通しています。山陽近畿自動車道ですが、この区間は無料で利用できます。道中観光名所の余部鉄橋もあるので立ち寄るのもありです。
霞インターチェンジで降りてすぐに霞西港へ到着。浜坂漁港のカニ祭りの翌日が霞漁港のカニ祭りでした。霞漁港は松葉ガニより紅ズワイの方が有名な漁港です。霞ガニとしてブランド化されています。全体を見渡しましたが、規模感は浜坂のカニ祭りの方が大きいですね。イベントはじゃんけん大会が開催されており、最後まで勝ち残れば商品がもらえるようです。物販の方はどうですかね。結論から言うと、松葉ガニは浜坂の 1.2 から 1.5 倍ぐらいの価格でした。やはり松葉ガニの水揚げ量が浜坂の5分の1だと高くなるのでしょう。右側で松葉ガニの販売をやっていましたが、小規模です。霞ガニの方が推しなんでしょう。素材釣りも楽しそう。子供たちに混じって参加したいですが、不審者になりそうなので遠慮しておきます。松葉ガニの祭りというよりは、霞の特産品の販売など、霞の祭りといった印象でした。セコガニ汁は浜坂は無料でしたが、霞では100円で販売されていました。そろそろ城崎へ向かいましょう。城崎に到着。河野湯やロープウェイがある奥の方です。観光客でごった返しています。左手に城崎の老舗旅館西村屋の本館と食事処3棟があります。後でカニ料理の値段をチェックします。車を置いて温泉街を散策しています。温泉街で販売している松葉ガニの価格は浜坂の 1.5 から2倍していました。こちらが先ほど少し紹介した西村屋という老舗旅館。冬場はカニ料理を提供しており、城崎で生きた松葉ガニを食べられる希少な宿。昔は頑張れば泊まれる価格でしたが、最近は厳しい価格。しかし2019年に西村屋がプロデュースした三宝では松葉ガニを食事だけできます。食事どころですが、お土産屋やサロンもあります。余談ですが、サロンは1000円でビールが飲み放題でお得。この奥にカニ料理を提供する食事処があります。カニは3日前からの予約が必要なようです。肝心のお値段はランチの松葉ガニ1杯で 38,500 円なり、ディナーは 44,000 円です。やはり城崎は有名な温泉地だけあってなかなかのお値段します。感覚的な話ですが、松葉ガニは京都から西に離れていくほど安くなると思います。兵庫だと津山、霞、浜坂の順に京都から遠くなります。また、カニの品質はブランド化している兵庫と京都が優れています。松葉ガニなら兵庫の漁港の中で最も西に位置する浜坂がコスパ最高だと思います。